皆さん、こんにちは。HRC、グロムカップ2年生の野代です。今回も喋り中心の動画なんですが、花粉症がひどくて鼻声なので、読み上げソフト使って動画作りました。今日はグロムの空年比の話をします。今回の動画はあくまで私の経験からの話です。間違っていることもあるかもしれませんので、コメントでツッコミ入れてくれると嬉しいです。新車状態の HRC グロムにはショップが開発したマフラーがついていて、ショップが入力したマップが入っています。マフラーとマップは基本的にペアと考えてください。サーキットで僕のバイクはあの人より直線が遅いよなって悩むことが出てくると思います。そんな時に僕のグロムはマップ入ってるけど、マップいじって速くなるん。マップをいじるにはどうすりゃええのってなります。結論から言うと、季節、天候、気圧によってマップをいじると速くなります。いや厳密には速くはなるという言い方は間違いですね。性能の最大限が発揮されます。同じマフラーを装着している人にお願いしてマップを開けてもらう。それができれば一番安上がりだし簡単です。でもグロムカップはどんぐりの背比べ状態で、オリジナルマップは苦労して作り込んでいってるので、なかなかマップまで公開してくれる人は少ないと思います。そして、そもそもインジェクションの噴射量には個体差があるので、同じマフラーを装着している人からマップをもらっても本当に同じ状態にはなりません。じゃあ、どうすりゃええの？答えは自分でやるしかないんです。必要なものは、前回の動画で出したドロガーと、空年比計のフルコンボです。空年比計をつけてない方のマフラーにはセンサーのボス穴はないと思います。今売られている HRC グロムのマフラーでセンサーのボス穴が最初からついているのは黒田やか TSR のタイプ2くらいでしょうか。他のマフラーは買うときにお願いするか、買ってから地元の整備工場などでボスの溶接をお願いするしかありません。空年比計のボスの取り付け位置についてですが、本来は液パイ側に装着するのが安定して測定できるのですが、HRC 部品の液パイ側を加工したものを使用するとレースではレギュレーション違反になってしまうので、HRC グロムカップでは交換して良いスリップオン側にボスを装着するのが一般的になっています。僕も SMG マフラーの時には液パイ側にボスを装着した液パイを使用していたのですが、レース日はボスがない液パイに交換していました。予選、レースの時のデータが取れないのはもったいないので、今のレギュレーションが続く限りはスリップオン側に装着するのが良いと思います。さて、空年比計も買ったしマフラーにセンサーも装着したよって人への話。まずマフラーに装着したセンサーはとても大事な部品なので大切に使ってください。僕も最初はよくわからないまま壊してしまいました。ボッシュの新品で買うと1万5000円くらいします。特に寒い日にはエンジンをかける前にセンサーを十分に加熱してください。エンジンをかける前に空年比計に通電させるとセンサーが加熱されます。2分くらいでボス周りも暖かくなります。こうなってからエンジンをかけるとセンサーは壊れにくいです。寒い日の始動直後は排気ガスに水分が多いのですが、加熱されていないセンサーに水分がかかると壊れる原因になります。万が一悲しいことにセンサーを壊した人、数値が変な数字しか出なくなります。そうなったらセンサーを買い直す必要が出てくるのですが、安物の互換品は買わないようにしてください。愛知の有社長が安いやつを買ったようなんですが、おかしな数字しか表示されず全く使えずドブにお金を捨ててました。安心のボッシュ製のセンサーを使いましょう。さてさて、フルコンボで武装したグロムでひたすら走り、ドロガーでデータを取ってください。面白いことがわかると思います。同じサーキットでも朝と昼で空年比の数値が変わってくることに気づくと思います。そして今日のデータは先月と違う、ということにも気づくと思います。そうなんです。気圧、気温、天候で空年比の数値は変わるんです。つまりショップの推奨マップや友人からもらったマップのままでは、今日は走る、走らないが出てくるんです。O2 センサーと似たようなものですが、空年比のセンサーの方が細かくデータが取れるので空年比計を使ってセッティングしています。じゃあ、空年比はいくつの数字が良いのってなりますよね。一般的に理論空年比、一番良い燃焼状態は 14.7 です。重量比率で空気 14.7g、ガソリン 1g の比率でシリンダー内で燃焼させることです。薄くすればリーンバーン状態になって燃費は向上します。
でも僕たちは速さを競うレースをしているので、14.7 より濃く、数値では小さい数値にしていきます。12.5 から 13.5 くらいの間でセッティングするのが良いと思います。それでは HRC のセッティングツールの画面を開いてみます。これの使い方ですが、真ん中のちょっと上にタブが4つあって左から、噴射流補正マップ、点火時期補正マップ、ピットロードリミッター、大気圧設定というのがあると思います。1、大気圧設定について。気圧はサーキットの標高、天気によっても変わるので、ここには現地気圧を入れてください。スマホのアプリの数値でも、手持ちの気圧計の数値でも良いです。アプリを使う場合は、海面気圧だとダメですよ。標高を加味したステーション気圧、現地気圧を選んでください。そもそもなんでセッティングツールに大気圧設定があるんだについてですが、ここに入力する数値を変更すると空燃費が全体的に薄くなったり濃くなったり変化します。大気圧の数値を下げると空燃費は全体的に薄くなり、高めの数値を入れると濃く補正してくれます。全体的にちょいと調整したいときは、ここの数値をいじると変わります。2、噴射流補正マップ。いよいよメインの話をしていきましょうか。縦軸にアクセル回路、横軸がエンジン回転数になっています。この緑の欄も変更可能ですが、最初から変更していくと頭が混乱するので変更しなくて良いです。それではドロガーをチェックします。この瞬間は、明智の2コーナーを立ち上がって全開にしたところですね。一番わかりやすいようにアクセル全開の領域から設定していきます。サンプルで全開域を仮に 12.5 に揃えることをしてみます。アクセル回路は 100%、回転数が6400、空燃費が 12.1 です。少し濃いですね。12.5 にしたいので 0.4 薄くしたいです。このソフトの場合、マイナス4すると 0.4 くらい薄くなって 12.5 になります。なので、ここに0からマイナス4のマイナス4と入力します。ほんの少しドロガーを進めて回転数が6500から7000までの領域を確認します。この領域の空燃費は 12.3 でした。12.5 にしたいので、0.2 薄くしたいです。マップにマイナス2と入力。続いて7000から7500回転の領域を確認。ここも 12.3 でした。同じくマイナス2と入力。7500から8000回転の領域は 12.4。0.1 薄くしたいので、マイナス1と入力。このように、この表の全体を埋めていくのです。とてつもなく膨大な時間がかかると思います。さて、気を取り直して続けて確認していきます。シフトアップして回転数が下がった直後ですね。回転数は6210、空燃費は 12.4 です。右の写真は最初に確認したアクセル回路 100%、回転数は6000から6500の領域です。さっきは 12.1、今回は 12.4、どっちの数値を選べば良いんでしょうか。というかコースを一周するだけでもアクセル回路 100% で6000から6500回転の領域は何回もあります。どの数値を使うべきか、平均値でいくのか、自分がこのコーナーだと決めた数値を採用するのかは自分で決めるしかありません。もちろんコースを何周も走るので、何周のうちの一瞬を切り取って判断するべきなのか平均値でやった方が良いのかは少し考えればわかると思います。僕は平均値です。そしてドロガーとこのように一つずつにらめっこしている時間はないので、マッパーにデータを入れて解析してもらった方が楽です。マッパーが表示してくれる平均空燃費を見ながらマップを変更して、グロムに入れ直して再度走ってチェック。こうやって自身のマップを作っていきます。例として 12.5 という数値を述べてますが、マフラーによって 12.5 が良いのか 12.7 が良いのか13が良いのかは違うので、実装しながら良いところを見つけてください。最初の方に言った、朝と昼では出てくる空燃費が違うって言ったのを覚えてますか？実際に昨年秋のモテギグラちゃんでの話なのですが、朝の走行で取ったデータを元に作り直したマップを入れて午後に走ったのですが、狙った数値になりませんでした。この日は朝は3度、昼は20度くらいで気温差が17度ありました。気圧は朝と昼で変わらず一定でした。気温が上がると空気も膨張するので空気中の酸素濃度も下がります。ですので作り直したマップより少し薄くしてあげればよかったです。
この経験を生かして、翌日のレース日には朝に予選、午後に決勝と2つのマップを使ってうまくレースができました。同じサーキットでも夏と冬では違うし、違うサーキットになれば標高も違うから気圧も違うし、天気が変われば気圧も変わる。このように空年比とマップは気圧、気温、天候に左右される繊細な生き物なので、簡単に人にあげても仕方ないんです。他の人のマップではある程度は走るようになると思いますが、あなたのバイクの真の実力までは引き出せてないと思います。ミニバイクレースではライダーがメカニックもやってる人ばかりですので、サーキットでは忙しいです。特にマップまでやり出すと走行、休憩時に解析、マップ作り直し、また走行の繰り返しです。でもしっかりと向き合って分析、実装で結果が出るようになると、もっとグロムのことが好きになると思います。この動画を最後まで見てくれた人はきっとグロムで速くなりたいと思っている人でしょうから、一生懸命になれると思います。ああ、今日もたくさん喋ってしまいました。今年中に表彰台に乗れるようになりたいと思って楽しみながら頑張ってますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは、また次の動画で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。